こんにちは、村田和です。今回はウッドデッキを作ります。リフォームではウッドデッキを作るよりも古くなったウッドデッキを壊す仕事の方が多い気がします。はい、130からして。今日じゃない？こんなところ。まずは最初に長針をかけます。長針は水盛りややり方などとも呼ばれます。水平や高さ、直角を出すための基準を作ることです。100ミリ。杭にレーザーで水平の隅を出し、そこに抜き板を取り付けていきます。わざわざ長針をかけなくても良いのですが、土地に傾斜があるため、今回は最初に基準を作ることにしました。今回施工するのは樹脂製の人工木のウッドデッキです。木粉と樹脂を合わせた人工木の良いところは、普及しない、メンテナンスが楽、大きな変色がないなど、長期間にわたって一定の品質を保つ安定性と施工性の良さが挙げられます。デメリットはやはり天然の木と比べたら、ぬくもりや質感などは物足りないかもしれません。ですが私たちは朽ち果てた無垢材のウッドデッキをこれまでたくさん解体・撤去してきました。作ったばかりの時はかっこよかったんだろうなと思いながら。280、ぼっこり出るやん、これ。ぼっこり。ぼっこり出ますやん。480ぐらい。裏の土間打ちで余った砕石を少しだけ敷きました。8センチ掘るだけ？本来は土が流れないように水平に整地をしてちゃんと低圧をかけるべきかもしれません。ウッドデッキに限らず木で作ったフェンスや窓の格子なども作りたてはとてもかっこいいですよね。ウリンやイペなどデッキに適した高耐久の木材を使えばもちろん長持ちします。ですが高価でコストがかかる上、非常に硬くて重く、施工性も良いとは言えません。バサモルを作ります。バサバサした状態なのでバサモルです。使い石を置いても沈まないので水平調整が楽です。後で水をまいてモルタルを固めます。通常はエクステリア工事屋さんの仕事ですが、今後のために自分たちで施工します。一番の目的は収まりや施工手順を理解することですが、単純にやってみたいというのもあります。水糸を基準に高さを出していきます。これを一回一回レーザーで確認してたら日が暮れてしまいますからね。本職の方が見たら笑われちゃうかもしれませんが、大工の挑戦として見てもらえるとありがたいです。実際は全ての使い石の高さを揃える必要はなく、束柱の長さで調整すれば良いです。ただ性格的に高さが全部揃ってないと気持ちが悪い。使い石の設置だけで結構な時間をかけてしまいました。結構な勾配ですね。雨で土が流れないかちょっと心配です。アルミ製の束柱の長さを決めます。
水糸を基準に墨を出します。使い石のレベルはほぼ全て揃っていますが、微妙に高さが異なります。間違えないように柱に番号を振っていきます。DIY などでは高さ調整付きの柱を選んだ方が無難です。金属を切る卓上丸ノコを持ってこなかったので、解体用に使っている125の丸ノコに鉄用の刃をつけ、柱を両面からカットしていきます。これ結構危ないです。ズボンにアルミの破片がたくさん刺さったりします。たまに顔にも飛んでくるので、メガネは必須ですね。新図名書いてるからね。塚柱をすべてカットしました。柱の上に大引きを乗せてから使い石に固定します。また間違えてる。次は大引きをカットします。この大引きに直接床板が乗ります。既製品の間口と違うので全部カットです。大引き。本当切らなくていいんです。材料のロスを少なくするために長い寸法のまま納品されました。キララステージってやつです。一般的にウッドデッキは間口に対して横長に作ることが多いですが、今回は縦長にせり出すように作ります。その関係で面倒ですが、今回は大引きを1本ずつカットする必要があります。刀は1700円で示してる。切り終えた大引きと塚柱を連結します。柱の位置出しや。ここですよって。なんだかすごく手間がかかってるような気がして、この時ぐらいから本職の方にお願いすればよかったかなと若干思い始めましたね。ちゃんと水平合ってるよな。この場所は日陰になることがなく、暑さに参りました。とても広い土地ですが、ほぼ傾斜で木がたくさん植えられているので、意外と作業スペースがありません。雨で湿った土の坂道を行き来していたら、思いのほか体力を消耗してしまいました。ようやく床板を張るところまで来ました。日が傾いてきて景色はとてもいい感じなのですが、気持ちは焦ってきます。虫の声がホタルの光に聞こえてきます。あんた打てへんよこれ。この機械うちの早い。境界ブロックをまたいで玄関ポーチとフラットにデッキを取り付けるのですが、ブロックが邪魔してビスを揉むことができません。映像ではわかりにくいのですが、ブロックギリギリの位置に大引きを設置する必要があります。ポーチと境界ブロックの隙間が狭く、柄も短いので何かと苦労しました。強度的に見て大引きがこんなに必要かなとずっと思っていましたが、320やな。
大引きが1本足らないと許容スパンを超えてしまうようです。ここまで来たらあとは簡単。大引きには下穴が開いており、床板を並べて固定するだけと思っていました。大引きの間隔を揃えます。この間隔を揃えることで、後で傾きを調整するのが楽になります。木とアルミはいろいろと勝手が違いますね。正直、木の方が自分は扱いやすいです。付属のスペーサーを挟み、金具で床板を固定します。よっちゃんも足がフラフラしていますね。坂を何往復もしているので、疲れが溜まってきたようです。ビスの下穴サイズがいろいろあり、途中で説明書を見たりして結構時間をロスします。そして若干のズレが判明。一旦床板を外して玄関ポーチと直角になるように再調整しました。3歩進んで2歩下がる。そんな感覚です。組み立てるだけだと思っていたのですが、説明書を丸暗記しないと仕事にはなりませんね。納得がいくまで調整し、この日は大工や閉店ガラガラです。今日もやりましょうか。前日、なんとか床板を固定するところまでは終わりました。続いて幕板を取り付けていきます。雲行きが怪しいです。雨が降る前に終わらせたいところです。そういえば、このバラのトゲが工事中何度も刺さった気がします。ちょっと昨日の疲れが残ってて。幕板を固定するための金具を大引きにはめ込み取り付けます。ちょっとですね。一日終わらないね。泣いとったわ。収まりによるわな。いつも思います。人に任せれば早いのに。これは大工がもうやれると思うけど、カップルの仕事だな。インテリア屋さんの仕事ですか？ただ経験を積んで慣れた仕事ばかりをやっていると、それはそれで不安になります。今回アルミのウッドデッキの施工に挑戦しているのは、今後自分たちでデッキの施工をするためではありません。自分が施工を理解していると、本職の方にお願いするときにいろいろと配慮ができます。独立してからは特に大工仕事以外のことをする時間が増えました。営業や監督、施工管理、事務的な作業、そして現場では多能工のような日々。ですが、それらすべてにおいて大工の基礎がとても有利に働いていると感じます。大工という仕事のネガティブな話もよく耳にしますが、それほど悲観的に考えなくても良いと思っています。
ウッドデッキを自分たちで施工する時点で、手すりも自分たちで取り付ける運命にあります。今回の大工のエクステリア工事は、雨が降ったり止んだり、買ったそばからドリルが壊れたり、もう終わっトゲが刺さったり、坂道がきつかったり、ぬかるみにはまったり、茨の道でした。320。 320。この感じでいこうか。人工木のウッドデッキが完成しました。見た目は木材と比べても遜色ないですね。ここで昼寝したら気持ちよさそうです。先客がいました。こんな広いウッドデッキで。インスタグラム、ツイッター、TikTok 公式ブログやっています。ぜひ見に来てくださいね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。